ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのアブザンコントロールを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、2種類の ORG をフィニッシャーにしたコントロールデッキですね。ORG はやはり豆の木を登れとの相性が良く、手札切れを防ぎつつ、フィニッシャーを展開していけるので、特に黒系ミッドレンジに対してはだいぶ有利に立ち回っていきます。また、豆の木と力戦の束縛の組み合わせは定番ですが、軽量除去として眠りからの襲撃も使いやすく、今インスタント除去を打ちながらワンドローという動きもなかなか強力ですね。新カードとしては大渦の脈動が使いやすく、同盟パーマネントを全て破壊することができるので、盤面によっては1対複数交換をすることもできます。また、対白単コントロールなんかの場合は、ライブラリーアウト勝負になることも多いので、試合終盤にこっちの豆の木を脈動で全て割りつつ、極悪軌道のヌスットでフィニッシュを目指すという動きもよくありますね。ドメインランプとの違いはフィニッシャーと黒い除去で、基本的にアグロに対してはドメインよりもアブザンの方が有利を取れるかなと思います。アブザンはミッドレンジに有利、赤系アグロに B 有利を取れるのですが、現在トップメタの青黒ミッドにはだいぶ不利がつくので、メタが移り変わればというデッキではありますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。一旦2マナ除去があって、情報ランドがあるということでキープしていきましょう。はい。豆の木、だいぶいいですね。さあ、相手、ゴルガリですかね。ラドネルから入っていくと。このターン、豆の木、置く必要はないということで、まずは、マナクリーチャーを除去っていきましょう。さあ、相手はなんで、ややゆっくりな、スタートですね。豆の木先に置いていきましょう。先に置く理由は、長宝ランドを引いたときは、長宝ランドを置きたいからという形ですね。さあ、太陽効果も引けているということで、クリーチャー展開をしてくれるとありがたいかなという感じではありますね。ただ、クリーチャーなし。長宝ランド置いていきましょう。相手止まってきてるんで、おそらく、除去を持っているという形ではありますが、次のターン、南米に対して、眠りからの襲撃を、打っていきたいかなと。除去やりながら、ワンドローができるということで、さあ、南米、殴ってくる。ただ相手の展開を見てからでいいですね。戦列騎士。これを出してくれるのであれば、はい。太陽効果で、対処したいですね。ということで、一旦、アバターをこれ指定して、ORG ですね、これは。からの太陽効果でしっかりと追放していく。そして、ミストムーアも引いてくると。ここまで来ると7マナスキャストを目指してもいいですが、普通に4マナでキャストするのも強い動きではあるということで、さあ相手はもう一回コケモリ。土地は引かず。これはもう超高コストで唱えていきましょう。さあ2-1飛行が2体出て、さらに土地を出していく。割と、はい、これ投了と。GG。さあサイドボードですが、相手はおそらくゴルガリデーモンということで、温厚な膝背と、無力化で、足当ての陣形とボス対策ですね。ラリコッパイは基本的には英語を使ってくる相手に入れていく、カードということで、ゴルガリには入れないかなと。結構抜くカード悩むんですけど、ゴルガリは結構エンチャント破壊を入れてくるので、束縛は抜いておいてOK ですね。で、枠に困ったら、巻物変容でいいかなと。変容はワンチャン上振れ狙いのカードということで、重視する必要はない、カードではありますね。では、日差も入れておきたいということで、枠を一つ開けて入れておきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。結構微妙ですね。一応眠りからの襲撃から入れるということで、キープはできるんですが、はい。緑のダブルシンボルが必要ということで、黒緑の長宝ランドは、トップに置いていきましょう。
相手はコケモリから。ちょっと何かしら、はい、探していきたいということで、まあ豆の木はもらっておいて OK ですね。さあ、相手は割と、まあいい、動きですね。見た目しっかりとクリーチャーを展開して、不浄な別室を置いてくると。まあここ豆の木を置くか、本当ウッド行くかなんですけど、まあ先にこれ乱反しておいた方がいい気はしますね。まあ太陽効果を次のターンに、一応打てるようにしておくと。さあこのターン、ドロスの魔人とか来てくれるとありがたいですが、どうでしょう。まあクリーチャー展開をしてほしい盤面ですね。ただラリコッパイ。なるほど。操作リタイミングで打ってきたのは、まあ何か意図があるかどうか。ということで、まあここは豆の木から登っていきましょう。まあ悪くはない。ただこっちもね、ちょっと動けない状況ということで、クリーチャーをね、展開してくれると、太陽効果が刺さっていくんですが、デーモン出してほしいですね。66出してくれると、まあ太陽効果の内買いがありますが、さあ、ただ日サはちょっとしんどいですね。マイナスから入っていく。プラスされてたら、ありがたかったですが、さて、いや、ライフがね、ちょっとかなり詰まってるということで、ただ、ここに除去を打ってもね、本当に、しょうがないということで、一旦これ、ヌスットで、対策カードを探しに行きますかね。さあ、日サプラス。ここでまあ次のターン、脅迫から。であれば、まあ、ヌスットを先に打っていきますか。このターン襲撃はさすがに構えないんで、さあ、X4 で打っていく。ドレッド、別室。悪くはないが、どうでしょう。まあ、相手は襲撃か陣形を抜いていきそうではありますが、はい。足相手の陣形を抜いていく。ちょっと、いや、どうだろうね。相手結局これミスラランドあるんで、ていうかこのターン多分ミスラランドで殴られてたら、かなりというか、積んでた可能性はありますね。土地、6、7。太陽効果はこれ打たないといけないんで、一旦打って、で、眠りからの襲撃を構えていく形になるかなと。まあさすがに除去を構えておかないと、まあミスラランド殴られると相当きついんで、ただそっちの場合は、はい。これね、警戒持ってるんで、襲撃だと、まあこのターンに倒すことができないんですよね。さあ、脅迫。これは太陽効果ですね。さすがに厳しいか。ミスランドで殴られると、残り1点になって、だいたい積んでそうですが、まあ相手がどういう選択をしてくるかですね。まあ一応5マナある状況。ミスランドは起動せず、デーモン出してきますかね。ただデーモン出された場合でも残り3点になって、いや、グリッサ。2マナ構えてくる。なるほど。というかデーモンはあれか。すべてのクリーチャータイプだから、デーモンはすでにいましたね。これ積んでるかな。積んでる可能性結構ありますが、4、5、6、7。残り使えるマナが7マナ。ドレッドプラス、1体除去。なんで、まあ、次のターンに相手が、ミスルランド起動してきた場合は負け角ですね。で、除去を持たれてた場合も負け角。まあ、大体積んでる。で、相手止まってきてるんで、まあ除去は持っていると。まあここは除去構えでいきましょう。
相手がね、これ明らかに除去を持ってるんで、いやー、まあただ、大体積んでそうですが、まあ、相手こっちの反応はわからないので、まあ、まだワンチャンある可能性は全然ありますね。さあ、相手自分でマナを出して、はい、ミシェラランド起動。ミシェラランド起動された場合は、まあ、結核ですね。うん。まあまあまあ、これは、下の足ですね。3問目いきましょう。まあ正直、ゴルガリ相手は、正直いらない感じはありますね。どうせ太陽効果打つんで、まあ脅迫の方が、有用性は高いかなと。さあ、1勝1敗で3試合目。はい。まあ悪くないですね。しっかりとテーマ内木から動けて、で、まあ豆の木から入っていけるのが、まあこのデッキ最大の、強みでもありますね。さあ、ただ相手ラノエルから、まあであれば、執念の特目から入っていきましょう。まあ結局、2ターン目にね、3マナの動きされるのが一番きついということで、さあ、ここはしっかりと除去っていく。コケモリ。うん。さて、これ、超ホランド先に置きたいですね。不要杯は捨てていきたいので、無力化はちょっと今はいらないので、墓地に落としていきましょう。確定除去。いいですね。まあ、豆の木が置けているので、あとは、まあ、大荒地を引けるかどうか、という形ですが、相手はグリッサ。大荒地ですね。ただ、超ホランドから行きましょう。うん。ヌスットは、まあ、この盤面であれば、しっかりと、相手のクリーチャーを対処していけるということで、トップに置いておきたいですね。さあ、グリッサもしっかりと対処して、ダメージは入っていくのですが、おっと、ただ火だぜ。はい。豆の木が割られてしまう。まあ、次のターン、ヌスットドローが確定なので、一旦大悪事ですね。超高コストで唱えていくと。まあ、左で殴ってきた場合は、全然ダブルブロックでもいいかなと。さあ、そして別室を出してくる。うん。一応エンチャントは除けれるということで。相手これ先にね、展開してきてくれてるんで、除去を警戒する必要がないですね。コケモリだけアタック。まあ、ドローされてはしまいますが、ここは一旦相打ちを取っていきましょう。さらに、2点ライフルズ。豆の木ですね。とりあえず先に打ちますか。豆の木からワンドロー。土地。うん。まあ一旦構えていくと。これで次のターン7マナが確定しているので、まあ特目出してもいいですし、X5 で、ヌスットから入っていくのも全然ありな状況ですね。まあ大体ヌスットから入りそうですが、特目はまあ相手ゴルガリということで、まあ割られる可能性がね結構高いんですが、さあニッサ。このマッチアップニッサが一番きついな。一旦大悪事。はい。を割ってくると。さあ、終了ステップに行く前にエンチャントは割っていきましょう。まあこれでヌスットがある分こっちが、いや有利とも言えないですが、まあ一旦ニッサはどんどんと小さくしていきましょう。うん。まあ特目出しても意味がない盤面ということで、一旦ヌスットを、X5 で構えていくという形になりますね。で、相手はおそらくニッサで、豆の木を割ってくると思われるので、まあそのスタックでヌスットを打っていくという形になりますね。まあ、ちょっと4点入っていくんで、ダメージはきついですが。さあ残り7点まで。からニッサでおそらく割ってくるでしょう。はい。さあスタックで X5 でヌスットを打っていく。ワンドロープラス5枚確保。ミッドレンジミラーはね、これがほんと強いんですよね。さて、結構いいカードを補充できたということで、はい。まあドロスも強いんですが、しっ
かりと喉首で除去っていきましょう。ドロス除去ってニッサ落として、残り使えるマナが6マナ。まあ、豆の木プラス、ドレッドとかになりますかね。まあ、オワルジは別に、次のターンでいいんで、まあ、こうなるとね、さすがに、反動差が激しすぎるということで、だいぶこちらが有利な状況ですね。ここからはこちらはもう、ゲインもし放題の状況。さあ、まずは相手はドレッドを倒すことができるかどうか。脅迫は効かないですね。まあ、だいたい投了しそうですが、ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。これはさすがにマリガン。はい。まあ、豆の木1枚、ボトムでいいかなと。豆の木から入って、オワルジいけるので、さあ、相手迷路庭園から、ただ、ヤブ打ちが入っているので、スルタイ。これは、何でしょう。スルタイ型の、カワウソコンボ。もしくは、シミックテラータッチ黒みたいな感じですかね。さあ、豆の木2枚目。2枚置かれると結構きついですが、さあ、こっちもドローを進めていきましょう。ちょっと現状ね、相手のデッキがまだ確定していないということで、まあ、テラーの方が、どっちかというとやりやすいのかな。まあ、カワウソコンボはインスタント除去が落ちない状態だと即死してしまうので、さあ、本当ウッド出して、さらにマナ加速をしながらドローも進めていくと。相手のこの黒マナが気になりますね。まあ、おそらく何かのデッキタッチ黒という形だと思いますが、ローナ。黒キッカーでボトムに行くってやつですね。あ、テラーですね。テラーで、ローナがタッチなのかな、これは。まあ、おそらくシミックテラーに、まあ、ローナと、あと黒い除去とかが入っている形かなと。さあ、ここ土地引かず。まあ、一旦これ、太陽効果打ってみますか。止まってくる。バウンスですかね。はい。まあ、自分のクリーチャーを、手札に戻していくと。そして、7マナ目を引いていく。これでまあ次のターン、ミストムーア、素出しが確定ですね。まあ、魂の洞窟もあるということで、まあ、仮に相手が、カウンターを持っていたとしても、しっかりと出すことができると。さあ、テラはバウンスしたことによって、さらに2ドローが発生。豆の木2枚置かれているとね、ちょっとドローのスピードがかなり速いということで、正直この試合に関しては、ライブラリーアウト勝負になる可能性も結構ありますね。はい。もう相手もそれ分かってるんで、豆の木3枚目は捨てていきましたね。さあ、止まってくる。まあ、おそらくバウンスを持っている形かなと。そしてここで、ヌスットを引いてきたので、まあ、ライブラリーアウト勝負になった場合、ヌスットこれ2連打で、まあ、相手のライブラリをね、どんどんと削っていく形になりますね。さあ、相手、ホントウッドバウンスですかね。はい。相手これ、豆の木出すのかな？出さないまでは全然ありますね。2枚貼ってるとね、ほんと、ライブラリーが、すぐなくなっていくんで、正直貼らない可能性も結構高そうですが、さあ、ここ自分でマナを出して、黒マナを使っていく。ミストムーアを、はい。まあ、ボトムに送っていくと。まあ、ローナが入ってるの、結構珍しいですね。さあ、そしてカニ。これで2体タップされて5点は入っていく。とりあえずもう1体、ミストムーアあるんで、出していってもいいんですが、太陽効果、
先に打ちますかね。うん。まあ、ミストムーアは全然、後々でいいんで。さあ、しっかりと4体追放して、まあ、ホントウッドは、まあ、5マナでキャストしたいということで、まあ、後々のターンに、出していきましょう。さあ、もう一回トレイリア。トレイリアこれ3体目。さあ、もう一回。55がね、どんどんと出てくるデッキですね。シミックテラーね、安いデッキなんですけど、普通に競技レベルで強いデッキということで、まあ、最近結構増えてますよね。アリーナチャンピオンシップでも活躍していたデッキですが、さあ相手蓄え放題。うん。カニを回収。カニ回収されると結構きついですね。2体タップが確定の状況なので、ミストムーアだと、まあギリギリ耐えることはできますが、の太陽効果。まあ一旦ミストムーアで耐えて、で、太陽効果を打っていくという流れになりそうですね。一応眠りからの襲撃もあるということで、カニを対処することはできますね。さあ、こちらも手札がパンパンになっていく。そのままターンを渡していきますが、はい。カニで、まあ、66はタップですね。66と21かな。うん。さて。別に先に打ってでもよかったですが、まあ、切り崩しはいらないので、捨てていきましょう。いやー、豆の木持ってても出さないっていうのが、このマッチアップですよね。さあ、さらにカニ。これでクリーチャー全部寝ていくので、相手がカウンターを持っていなければ、なんとか対処はできるんですが、まあ、ここを打っていくしかないですね。さあ、追加ドローも発生。まあ、おそらくテラーはね、カウンター、メインは入ってないんで、はい。さあ、ここは10点だけ。残り5点までいきますが、カニが2体とテレリア3体は出てるので、まあこれもう太陽効果で流したらだいたいいけそうな気はしますが、どうでしょう。さあ、矢吹格闘モードで使っていく。うん。まあ相手もライフ残り16点ですからね。ミストムーが殴ったら、まあだいぶライフが削れていくということで、うん。いや、これ悩ましいですね。殴ってもいいけど、ただ相手溜まってきてるんで、はい、カニ3枚目。正直太陽効果打ってもいいかな。相手はおそらくもうカニとトレイリアが1枚ずつしか残っていないという状況ですね。さあ、太陽効果打っていきましょう。まあ、相手がバウンスを持ってる可能性全然ありますけど、はい、希望の指示。うん。パーマネント回収で、はい、カワウソを回収。バウンスあるか。うん、まあ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 。カニは別に対処できるんで。さて。まあこれは、ホントウッドは出していいですね。さあ、6号出しながら、さらに土地も伸ばしていく。まあそろそろヌスットがめちゃくちゃ強い盤面ですね。X9、X10 で打てるか。X10 で2連打できる状況。相手ライブラリーが残り22枚。そして4枚目のトレイリアが出てくる。これラストトレイリアですね。さらに、カワウソ。まあ残りライフもね、結構少ないんで、カワウソもバカにはできないですが。というか、インスタント回収モードがちょっとめんどくさいですね。これで、まあおそらくこの街は狭すぎるを回収されて、はい。
相手カニ持ってますからね、これ。このミストムーアはだいぶでかい。相手カニ持ってるのが確定してるので、クリーチャーをね、展開していく必要がありますね、このターンは。さあ、さらにミストムーアからミストムーアを引いてくる。うん。まあ、耐えれば勝てるんで、耐えていきましょう。とりあえず、情報ランドは置いておきますか。まあ、このターン、眠りからの襲撃を構えていきたいので、で、まあ、噴水口も全然有用ですね。さあ、相手はカニを出してくる。これは3枚目のカニですね。一旦バウンスしてるんで。さあ、まあ、カウンターが入ってる可能性もあるんで、一応、ここで除去っていきましょう。うん。まあ、一応、培養機の、66もあるんで、なんとかなりそうではありますが、相手ライブラリが残り19枚。まあ、ヌスットでもライブラリアウトが見えている状況ですね。相手が、まあ、隙を見せたら、ライブラリアウトを狙っていきたいですが、さあ、才能をレベル3に上げていく。うん。まあ、相手は、勝ち手段がおそらくそれだけですかね。まあ、一応まだ、トレーリア残ってはいるんですが、ただ結構これね、カワウソトークン展開されるの、めんどくさいんですよね。一応大渦もあるんですけど、相手がバウンスもね、持ってるんで。さあ、カワウソがどんどんと出てくる。からの、はい。まあ、相手はおそらくライブラリーアウトを嫌って、まあ、豆の木を、戻していったという形ですね。さあ、ただ66がいるので、55はしっかりとブロックしていきましょう。さあ、ダメージはしっかりと0に抑えていく。さて、使えるマナが12。で、アンタップインがあるね、13。まだちょっと足りないんで、まあ、勝つのに、2ターンかかりますね。とりあえず、終わるじゃどっちとも殴るか。どっちとも殴って OK ですね。66、まあさすがに、オーラジだけか。さあ、21がさらに展開していく。残り8点まで。まあ、オーラジプランでもいいかな。土地がもう伸びて、で、相手が、ちょっとでもドローしたら、もう盗っと一発で仕留めれる。というところまで、行きましょう。まあ一応トークンをね、展開しておいたら、こっちが死ぬ可能性が相当下がるんで、まあどっちも、取れるプランで行くのが安定かなと。さあ、試練でさらに、ライブラリーが減っていく。さらに希望の種子。これはもう、ライブラリーアウト勝ちですね。さすがに、否認とかは入っていないと思われるので。さあ、ライブラリーがあと12枚の状況。お、豆の木出す。なるほど。うん。まあ、おそらく、ライブラリーが削り切られる前に、まあ、なんとか勝っていきたい。殴り勝っていきたい。という形ですね、これは。さらに、ライブラリを削っていく。うん。残り7枚。まあ、相手のデッキ、ほぼ全て見れるんで、まあ、カウンターはさすがにないですね、これ。さらに、果敢を誘発させていく。まあ、このターン負けなければ勝ちなので、もう全部ブロックしていきましょう、これは。まあ、相手殴れるクリーチャー3体だけですからね。はい。さあ、ということで、すべてブロックして、まあ、トランプルフーとかはさすがにないと思うので、さあ、ジャンプしたら、大体勝ちの状況ですね。まあ、対白タンコントロールとかもそうなんですけど、
まあ、ライブラリーアウト勝ちも結構あるデッキですね。アブザンは。さあ、ということで、まあ、どうやっても勝ってると思われますが、まあ、万が一がね、あるんで、まあ、大津の脈動とか使ってもいいんですけど、まあ、相手がマナを使ってくれると、はい、これ勝ち確ですね。相手がもう、タップアウトしたので、まあ、適当にヌスットを X ズで打って、ライブラリーアウトさせていきましょう。うん、これで相手の、デッキ全部見れましたね。まあ、黒はやっぱりローなだけか。まあ、さすがに勝ってると思いますが、まあ、一応殴っておきましょう。まあ、ライブラリー修復とか、もしね、あったら、ワンチャンあれなんで。さあ、ようやく、勝ちですね。GG。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。